こんにちは、月くんと申します。まずは if が1位じゃない説明からしていこうと思います。正直ランクインしている10体でバトルロイヤルをしたら if が勝ちます。10位以内の怪獣で if に勝てる怪獣いません。じゃあなんでってことなんですけど、この最強怪獣ランキングのルールを見てほしいんですけど、こんな感じで全ウルトラ怪獣と総当たりで戦って勝ち星が多い怪獣が上位に来るっていうルールでずっとやっているんですよ。なんでこういうルールにしたかっていうと、相性とか算数組というかじゃんけんの関係になった時に順位をつけられなくなるからです。だから相性とかそういうものも全部含めた総合的というか汎用性の高い強さを持った怪獣こそ真の強者ということで上に来るようになっています。ガチでやってるからこそなんとなくの雰囲気で順位をつけることだけはやりたくなかったんで、まあ話を戻して if が1位じゃない理由なんですけど、引き分けになる相手が多すぎるからです。ピグモンとか羽次郎とかカネゴンとかヤメタランスとかシーボーズとかその他もろもろ他の怪獣がほぼ確実に勝てるような温厚な怪獣と全部引き分けになるんですよね。要は1位の怪獣が負ける可能性が高い怪獣の数と if が引き分ける怪獣の数で順位が決まったということです。長々失礼しました。他にも強い怪獣たくさんいて、この辺りの怪獣はランクインしている怪獣と正直大差ないんで一体一体説明したいぐらいなんですけど長くなりすぎるので割愛しました。それでは順位発表です。どうぞ。10位は第11話に登場した磁力怪獣アントラマックス個体。近接戦闘でウルトラマンマックスとほぼ互角に戦える強さと磁力光線でマックスを苦しみました。磁力光線は離れた場所からいろんなものを引き寄せて相手に奇襲をかけられたり、マックスの光線のエネルギーを吹き飛ばして打たせないようにするなど万能で強力な光線です。その強さでマックスを苦しめてバラージの青い石がなければもしかしたらワンチャンあったのではと思わせたアントラマックス個体が10位にランクイン。9位は第7話に登場した宇宙工作員ケサル。シンプルな殴り合いでウルトラマンマックスと互角以上で、それに加えてありとあらゆる特殊能力を駆使してマックスを苦戦させました。腕からビームガンやビームウィップが出せて、特にビームウィップはマックスの動きを封じることができるほど強力です。念力のようなもので物体の動きを封じることもできて、物理系の飛び道具は一切通用しません。水木隊がいなければどうなっていたかわからなかったほどマックスを追い詰めたケサムが9位にランクイン。8位は第25話に登場した巨大異星人ゴドレイ星人。シンプルな体術と体から連射される破壊光線で一時ウルトラマンマックスをボコボコにした強豪宇宙人です。高い格闘能力破壊光線に加えて特殊な形状をした両腕が攻防一体で非常に強力で、シンプルに武器として使う場合や盾としてもマクシウムカノンを完璧に防ぐほどの防御力があって、破壊しても再生する機能まであります。ネリル星人キエフが隙を作ってくれなければどうなっていたかわからないほどマックスを追い詰めたゴドレイ星人が8位にランクイン。7位は第17話に登場した宇宙古代怪獣エラーガ。最初はそれほど強くないんですけど、ニーナという美女に生命エネルギーを与えられるたびに強化されて復活するというとんでもないせこい能力を持っています。ニーナ自体は普通の人間くらいの強さしかないので、ニーナを倒されれば終わりなんですけど、作中ではダッシュにあっさり倒されるほどの強さだったエラーガがマックスでも押されるほどの強さにまで強化されていました。その特殊な能力で展開次第では格上にもワンチャンあるエラーガが7位にランクイン。6位は第37話に登場した聖獣ケプルス。7位のエラーガと準不動と言ってもいいと思うんですけど、このケプルスもサトン星人をどうにかしないと倒すことができないという特殊な性能です。何もないところから現れて体重もゼロというよくわからない存在で、マクシウムカノンで爆破されても即再生してしまいます。その戦闘能力自体も高くて、ウルトラマンマックスともある程度やり合えるほどです。光線や実弾は当たるのにビームだけは当たらないという謎仕様の能力を持ったケプルスが6位にランクイン。5
5位は第13話に登場した宇宙恐竜 Z マックス個体。歴代 Z の中でも防御力が飛び抜けて高い個体で、ウルトラマンマックスの打撃をフル無視できるほどのフィジカルの強さを持っています。それに加えて Z シャッターというバリアを展開できて、これは Z の意思とは関係なくオートで発動してガードするという、この個体特有のとんでも性能を持っています。Z なので攻撃力も当然高くて、マックスをボコボコにして敗北寸前まで追い込みました。ウルトラマンゼノンの助けがなければ勝てなかったであろう Z マックス個体が5位にランクイン。4位は第30話に登場した進化怪獣ラゴラスエボ。氷と炎の両方の能力を使うことができて、冷凍光線と火炎弾を同時に発射して急激な温度差を発生させる超音差光線がめちゃくちゃ強力です。8位のゴドレイ星人や5位のゼットンを強力なガードの上から爆破して、作中でもほとんど破られたことがないウルトラマンマックスのギャラクシーカノンを押し返すほどのとんでもない力を持っています。それに加えて体術面でもマックスと互角以上に戦うことができて、知能も発達していて頭がいいです。マックスとダッシュが協力して倒したラゴラスエボが4位にランクイン。3位は第39話に登場した機械獣ギガバーサーク。シンプルにでかい、硬い、高火力、弱いわけがないウルトラマンマックスのラスボス怪獣です。要塞のような体のでかさと硬さに加えて、体中に腕のようなものがついていて、破壊光線や破壊光弾、電撃を帯びた鎖など、どこからでも即死級の攻撃が飛んできます。エネルギーが残り少ない状態だったとはいえ、マックスを一度倒して貼り付けにしました。歴代ウルトラ怪獣の中でも最大級のでかさを誇るギガバーサークが3位にランクイン。2位は第15話に登場した完全生命体イフ。皆さんご存知の通り、受けた刺激を増幅して再現することができるというめちゃくちゃな能力を持っているチート怪獣です。要は殴られたら同じ力で何回も殴り返すという能力です。その性質上、攻撃されればされるほど強くなって粉々になるような攻撃を受けても再生して、その能力を取り込んで反撃してきます。ですので理論上勝つことはほぼ不可能に近い状態で、直接対決なら1位の怪獣にも勝てます。その圧倒的な能力で最強というよりも無敵の強さを誇るイフが2位にランクイン。1位は第33話34話に登場した超科学星人ダークバルタン。桁違いのとんでもない科学力を持っていて、その科学力を駆使したあらゆる能力でついにウルトラマンマックスも倒すことができなかった超強豪です。ハサミから発射する破壊光線や相手を拘束する輪っかのような光線、街一つくらいなら潰せそうなほどの規模の重力操作攻撃、ギャラクシーカノンすら跳ね返したスペルゲン反射鏡、357メートルにまで巨大化する能力、さらには高レベルの再生能力、桁違いの分身能力など、ありえないほど強力な能力をこれでもかというくらい持っているチート星人です。その能力の引き出しの多さで対応できない敵はほとんどいないであろう圧倒的な強さを見せたダークバルタンが堂々の1位。マデウスはよく脚本に書かれた通りになるメタ能力があるから最強っていうのがあるんですけど、まあ確かに作中のように脚本にマデウスが負けるって書かなければ負けないって話なんですけど、逆に言えばマデウスが勝つって書かなければ勝てないんですよね。それにマデウス自身が脚本に手を加えることができないので、今回はランク外にしました。いや、今回は本当に過去一難しいランキングでした。全員が納得するマックス怪獣ランキングを作るのは不可能だと思います。ランクインしている怪獣の他にも強い怪獣たくさんいたんですけどね。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。